こんちは。お守りとゴール武器の探索、パート3始めてまいります。さあ、今回のお守り掘りはガブラスを卒業しまして、V 破壊クリアを狙っていきますよ。装備も新しく組んできたぞ。フォルメル足の土8の子が一番だるかったわ。破壊王と小耳入れたら、最終1が限界だった。ちょっとお守りの出に影響しないか心配だね。五石王のお守りが7のスロ3しかなくて、ここでもお守り弱者が出てしまってます。ちなみに武器は最高倍率スロ3氷の雷剣。切れ味で全てを失った悲しき武器です。ろくなスロ3体験持ってなくてな。ゴールを掘るのにもゴール武器がいるのかよ。で、クエストは村の原種ディアのサブタゲ狙い。こっちは原種だが砂漠夜なんだよな。破壊王入りの氷体験ならすぐ背中壊せるはず。張り切っていきましょう。我々、これまでお守り掘りはガブラスしかやっておらず、V 破壊系のクエストは初めてですね。専用で装備が必要になるからな。なかなか手が出せなかったんだよね。ちなみに、サイマスと最終1の差はだいたい 15%。あと1回掘れる確率が変わるね。とはいえ、マスターまで行っても最終上限は変わりません。おまますの有無に比べれば影響は限定的なはず。何周も回ってれば影響は拡大しますが、回ってみてのお楽しみですね。つっても、他に工夫の余地がないんだよな。破壊王と小耳はさすがに切れないし。こんなことなら最終系のお守りも狙っとくんだった。絶対有用なの売ってるよね。どうしても戦闘用のスキルが優先ですから、見逃してるものはあるでしょうね。さて、ではディア君の背中ぶっ壊していきますか。腹を狙えばなぜか背中が壊れます。素早く回れば安定して初期位置で捕捉できるみたい。これはありがたいね。これはへったくそ。溜め始めが早かったな。当然、集中なんて贅沢なスキルは積んでません。タイミングがつかめませんね。発見値を逃すと追いかけっこが始まってしまいます。早くも下りの気配が。ここで時間食ってるとガブラスから変えた意味がないぜ。暴れんなよ、暴れんな。一発ずつ入れるしかないですかね。果たして。おお、壊せたぞ。ため1と縦切り1回ってところか。これは氷と破壊王が効いてそうですね。慣れればすぐ壊せるでしょう。タイムは2分42秒となっていました。ガブラスより1分くらい早いですよ。これは大きいね。単純計算、10回ありゃ10分浮くぞ。10分あれば、錬金3回分をもう1回こなせるレベル。そりゃみんな V 破壊に行くわけだわ。この方法、錬金関連でもいいことがあります。品戸村から直にクエスト行けるんですよね。近いだけでなく、錬金の終了も目視できます。まさに一石二鳥。いちいち大老殿から移動するの面倒だったからな。戻ったら2回分しか終わってなかったりね。込み込みでだいぶ短縮になりそう。こんなのお守り掘りが止まらんよ。ただですね、このクエにも悪いところはあります。特に感じるのがこのエリア後。このように卵付近にランダムが湧いた場合、近くのメラルーに攻撃されます。アイテムで対処もできるんだが、ランダムの位置なのが嫌らしいよな。とはいえ、この位置のポップは1時間やって1回だけ、全然許容できる範囲かな。その他、エリア中に群虫が湧いたりもしますが、こちらはあまり影響なかったですね。あとはやはり、この砂漠マップの流素でしょうか。背中破壊をがっつり妨害されます。集中がない状態で溜めるとまあひどいよ。くっさずり落ちるからね。こうしてまともな地形にいればいいんだが、流砂上で吠えられるとって感じ。今の破壊はかなりスムーズでしたね。タイムはさらに縮んで2分39秒でした。抜刀切りだと3発ってところか。ためが無理そうなら十分狙っていいな。秘境スタートの周回はこれで安定できそうだね。ディア君の位置も流砂から離れるみたい。あとは秘境術が出なかった場合ですね。ともかく、このまま周回してみましょう。やっぱ錬金に自然に揺れるのマジでいいな。3回カウントすんの面倒だったから。2回目あたりで毎回わからなくなるんですよね。単純に脳のリソース食われるのが厄介でした。クエスト単体ではゲネルアッシュも候補なんですが、これを考えるとディア固定でもいいかも。ゲネルも売って試してみる予定だけどね。味変の意味もあるし。しかし、本当に成果出ねえなこれ。毎回出ると思ってるわけじゃないんだけどさ。使えるか使えねえかの2択ですもんね。さすが模範現象のエンドコンテンツ。この沼さは初登場時のトライから変わりませんね。特に上位はお守り依存度が高くなりますので。有用スキル3個つけばいい時代だしね。ハンターの欲望は尽きぬ。で、ここでワンチャンありそうな5石が登場した。反動後射砲さんスロさんだって。構成的にはイーラレギオンに噛み合ってそうですが、ポイントが欠けてるのが惜しいですね。こちらは後でしみ打ってみましょうか。更新できたら、シャガル用装備が少し充実します。シャガルソロはたまにイーラで遊んでるね。やっぱ便利なんだよな、あの武器。反動2がクソ重いから、神オマが望まれるところではある。手持ちのが反動7スロ3止まりなんでね。ガンナーはそもそもあまり持たないので、
お守りはちゃんと見てきませんでしたね。さあ、そんなわけで今回のお守り掘りはこれでラストターン。錬金分を集めたら切り上げましょう。反動オーマのところでセーブはしておいた。周回途中でセーブしたの、パート3にして初だわ。シミ結果は動画の最後にでも置いておくか。奇跡を起こしてくれ。非属性攻撃の高ポイントがちらほら出ております。10超えてると思わず手が止まりますね。普通にいらんけどね。通撃3非属性10スロ3があるからな。はい、お守りはこれでラストだ。結局、めぼしいのは一つだけか。収穫といえば周回クエストの方でしたね。ディアクエの周回、非常に素晴らしかったです。破壊に戸惑って下るとこはあれど、それでもガブラスより圧倒的に早かったですね。この企画的には結構革命かも。今後はこれを基本にするとしよう。さあ、それじゃあ狩猟パートだ。今回は総中魂を持ってきたぜ。軽くマシマシの装備です。武器は自慢の最高倍率スロ3セクハル。毒ですが物理が最強なので普通に強いです。過去の動画内で出たものですね。テオ用装備といえば基本はこれだね。我々でも比較的ご張りが出しやすくて重宝している。ではテオ戦やっていこう。ギルクエテオやるのめっちゃ久々だわ。もちろん狙うのは後ろ足だけなんですが、殴り続けるのが意外に難しいんですよね。ダメージを取ろうとすると手を動かさないのが重要。こちらの立ち位置が鍵になります。この感覚、間が空くたびに忘れんだよな。完全にこっちのせいなんだけど。倒すだけなら簡単な相手なんだが、それだと体力的に効率が悪化するね。ラージャンの 1.5 倍以上ありますからね。うまく殴らないとこの子を選ぶ意味が薄くなります。ただまあ、武器の見た目の良さはありますけどね。アキトよりは海底剣の方が好みなので。ラバル体験の良さは、重苦しい見た目と SE よね。ジャリジャリしてて怒り感がある。発光してなくてもかっこいいのが魅力だ。我々も1728比の赤いものを持ってる。こちらはたまにシャガルに行くときに持っています。スロニで今後歌いを切った注意愛が組めてますよ。テオシャガルは金属感ある武器が出土しますね。人によっては刺さりそうな見た目が多いです。個人的には海洋総人のチャリジャリオンがSE だけ聞いてるとうるさいけどな。そんなわけでテオに行く動機はあるんだけど、ぶっちゃけ動画映えしないんだよなこいつ。映像が同じようなものになりがちなんですよね。我々が下手なせいもあるんですが。変な話ですが、テオ単体の動画は反応も良くなく、余計に扱いづらくなっております。やっぱね、この辺は感覚的にも合ってるなと思う。ラージャンとかは分かりやすく反応いいのよね。テオラーといえばギルクエソロの定番だが、その中でも人気はかなりばらけてるようだ。テオは単体しか選べないってのもありますよね。左に何か置いて気分転換もできません。ラー君であれば左モースを取り上げて差別化も可能。右ラーは YouTuber 目線でも重宝したりします。それでいて16000を超える超体力にテオタイマー。プレイするのにも腰が重くなる相手だね。とまあ、散々めたい話してこき下ろしたけど、ギルクエの中ではだいぶマシな部類ではあるよ。単体の報酬はトップクラスですからね。ランダム報酬枠も8から10とぶっちぎりです。少なくとも武器狙いでは他の古竜を食っています。シャガルは決勝狙い以外でやる理由ありません。あいつ、武器の見た目もテオとガンかぶりだしな。地雷強化で戦闘面もハードル高いし。やる理由は腕試しと味変くらいだ。そりゃあ人気も偏るよな。1モンスターとしての挑みがいはあるんですけどね。普通は最初からそんな余裕ありません。さあ、というわけでそろそろテオタイマーが鳴りまして、デージスパノバのお時間です。この隙に研いでと、紫40だと足狙いでちょうど維持できるくらいかな。じゃあ、良きところまでカットしよう。テオ戦はあとはこれの繰り返しだ。はい、最終局面まで飛ばしてまいりました。まあ時間かかりましたね。なんせ、音消して別の動画見ながらやってたからな。3怒り目くらいからだいぶしんどい。プレイ内容もゴリゴリのゴリ押し丸。でもいいんだ、ソロのギルクエなんてこんなもんだよ。一番の目的は武器ですからね。そこそこの時間で回れれば何でも OK です。ということで13分くらいでクリアしました。宝が出てるので急ぎ戻ります。このクエは宝1で青3の理想的な構成。マラソンにも使える両クエだぜ。マックスで掘れる回数は7回だったかな。結構な確率で風吹きが狙えるぞ。とはいえ一つあたりの確率は 7% です。あまり期待しすぎずに。武器出ませんね。そうは言っても出ないとがっかりします。しゃあねえ、本命はクエ報酬だぜ。って、なんだよこの報酬は。レア級武器すら出てねえぞ。見るものがないのが一番心にきますね。お守りもダメでした。気を取り直して次に参りましょう。今度は体験に持ち替えています。よく使ってる挑戦入りの装備だ。こっちも火力と曇り侍。武器も同様に一番使ってるやつね。津村の爆破ムント。非発光ですが見た目やよし、属性ともよく合っています。
そしてこれでやっていきますのがランポスラーです。こちらもソロではよく使います。ソロでも簡単にはめられるランポスくん。2026年もツタにはまる無様な姿を見せておくれ。ほほう、今回はランポスくんがツタ下のスタートか。珍しいパターンだな。ツタ上なら開幕からはめられるんですけどね。ちょっとバカしロスになります。ツタ上で突っ込んでくるのを待ちましょう。変に追うと余計に時間食います。嫌な予感がするな。やばいなやばいな。おい、何ずっと吠えてんねん。はよこっち来いや。これは露骨な時間稼ぎ。1728スムラに赴いているのでしょう。ただ、一度近づいてしまえばこっちのもの。くだらなければずっと俺のターンです。ランポスの腕の位置を見てため始めて、ジャンプから着地したらズドンだ。これはログレギでもダメージは十分足りる。体験使いなら誰でもできるソロハメだね。ランポスくん、スタがあると圧倒的最弱です。報酬の少なさを加味しても価値があります。というか、これ以外でガチンコすると効率悪いです。この子普通に強いんですよね。モーションが低火力前提で作られてるからね。正面からやるとかなりの難敵。それでいて体力はラージャン超えだ。スタ以外でやっちゃいけないやつだね。さあ、ここで恐竜化です。モーション中は殴り放題。ただし、ソロだと逆に非効率となります。ハメが途切れるので。ここで石研ぐのもいまいちだからね。いかに早く再度はめるかの勝負。今回はうまくはまってくれてる。恐竜ランプもかなり面倒だからな。あさっての方向に飛び出したりしますからね。そのままの勢いで伝わりちゃうことも。幸い、肉質が硬化してもダメージは足ります。白毛に落ちても関係なし。多分、集中と弱得だけありゃ何でも足りるよね。マイナス回心でもハマってるくらいだし。さて、そろそろツタの柱。ここもちょっとと工夫が絡むところね。コロリーするとこっちが落ちちゃいますからね。うまく方向転換できるかは上次第です。さあ、この次のターンですね。ちょっと冒険してみますか。攻めの強ためコンボ、決まるか。クリーンヒット、これは効いてる。おお、なんかうまいこと噛み合ったぞ。90度の方向転換に成功。続くためも入って、また90度変わりました。さっきと逆方向になりましたね。しかし、この子もタフですね。さっきのコンボ、殺すつもりで打ったんですが。こんなもんじゃないか。言うてまだ白毛に落ちたばっかりだしね。ただ、もう残り体力は少ないはず。あとはタイミングさえ間違えなければ OK だ。恐竜化で注意すべきはボタンを離すタイミング。着地から最速ステップされると抜けられやすいです。クシャルの置き際の対処と似てます。受付の開始直後に殴りましょう。終わったぞ。2分台で140モンスターを粉砕。これであとは体力が7割に落ちたらと狩るだけ。やはりランダーは気軽にできていいですね。それではいつものやっていきましょう。ラートの戦闘エリアは川と天井です。ラーはツタに来れないけど、ランポスは普通に川に侵入する。合流したら大変なことになるぞ。これをやる以上はツタハメを決めきらないといけない。慣れたら簡単だけどな。平場でのランポスラー同時は正気の沙汰ではないです。休眠されるだけでも非常に厄介。こうして天井にラーがいればまだいいんですが、それも運次第ですからね。ただまあ、体験でそうなることはまずないけどね。ここ1年で失敗した記憶ないわ。ソロでも左モンスが簡単に倒せるのは非常にありがたい。ラージャンもすぐ終わるしね。ドスランは4時代から定番中の定番でしたね。スタランを最初に見つけた人は神。ラーが後なので、最初の極限解除も近いです。これもツタがいりゃ1なおかげ。ランポス入りで難しいのがここだよな。エリア1かつツタ上スタートである必要がある。毎回ツタなんか登ってられないから、厳選のハードルはかなり高いぞ。ランポス自体は探索で派生しやすいんですが、マジで狙うなら修羅の道ですね。このクエは自己産でなく SNS で交換したもの、非常に貴重なデータと言えます。最近になってさらに 3DS も高騰してるみたいだしな。手持ちのハードはマジで大切にしないとね。これ以上プレミアついたら予備で買うのが難しくなる。ほっといたら PS5 に並んじゃいそう。1年くらい前から新品は5万近くしてましたもんね。恐ろしい話です。最近はメモリ中心に PC パーツの値上げもやばいので、編集環境の面でもちょっと心配です。メモリの高騰はゲーム機にもいずれ波及するしな。今年1年の動向が気になるところだぜ。我々として望むのは 3DS のスイッチオンライン追加。今年もこれは言い続けていこう。最悪、オンライン機能なしでもお願いしたいですね。遊べなくなるのが最悪なので。我々も投稿は長く続けたいと考えています。もろもろの情勢が悪化しないことを祈るばかり。ちょっと雑談が過ぎたか。武器を研いで落ち着こう。なんやねんこいつら。研ぎきれんかったぞ。見たところ4と決めて邪魔されてました。土井低速は関係ないっすね。雑魚に邪魔されつつも、ラージャンは順調に行きました。10分は切れませんでしたが。
ドスランの棒立ちトランポのツンツンがなければ、多分10分切れてたねこれ。石も変え忘れて合体になってたからな。十分早いペースだったと思う。さ、ではラストため参ります。最大火力のためをお見舞い。クリアタイムは10分13秒でした。なかなかいい狩猟でしたね。毎回小型に小づかれるのはどうにかならんのか。ちょこちょこ動き回りよって。まあいい、問題は報酬だ。ランポスは DH とエイムオブトリック。お、レアジュースラークが見えます。これはまさかゴールが。出ねえよ。純倍白長無属性ゴミ詰まり。これはダメっすね。スラークの時点で火力面はかけちゃダメだね。完品ですら怪しいんだから。お前の価値は見た目と4000ポイントだけ。我々の肥やしになってくれ。見た目はオレンジに発光しててかっこよかったです。本体の水色と合ってましたね。さてと、じゃあ溶かしつつ今回は締めていきましょうか。お守り堀の方で大きな収穫がありましたね。リアクへの集会、ありゃあ革命的だね。武将な我々にはシナトで完結するのか見すぎ。あ、ちなみに反動のお守りの方はダメだったわ。しみったけど何も変わらず。反動6射砲4であれば弱徳が無慈悲になったそうな。やはりポイントが足りませんでしたか。ま、これは今後に期待しましょう。効率いい周回も学んだことですし。だな、あとは五石王の神を巻きてもいいんだぜ。そしたらさらに効率アップだ。ほいじゃ、次の動画で。またね。